こんにちは。日めくりマンドリン、第19日目です。前回からだいぶ時間が経ってしまいまして、申し訳ございません。ちょっといろいろバタバタしていてですね、今、同時進行でいろんなプロジェクトがちょっと動いてるんですけど、CD っていうか、そのアルバムを2枚ですね、CD と配信と、予定して、バンドとマンドリンのためのソネットっていうやつなんですけど、いるのがあったりとか、あとはその演奏会企画があったり、ちょっとリモートの演奏みたいなのもちょっと引き続きやっていたりとかですね、いろいろちょっとマンドリン周りでもあって、そっちをちょっとしばらく優先してしまってですね、遅くなってしまいましたというところなんですけど、今日は、テーマとして早弾きに関して、取り上げたいと思います。坪井一歩さんの楽曲の第14曲目、おもちゃのサーキットという曲を取り上げるので、この曲、プレストでですね、2部音符が160で8部でバーッと駆け上がるっていう曲なので、かなり速いですね。ので、ちょっとこのテーマでいいかなと思ってます。なかなか昔は若い頃って本当に早弾きって結構大きなテーマみたいな、なんかかっこいいなっていうのがあったりするんですけど、ある程度、これ年齢なのか、経験なのか、経験年数なのかわかんないですけど、ある程度経つとそこを、早弾きっていう意識の仕方をあんまり多分しなくなってくるし、そこに何の価値も感じなくなってくるようなところはあるんですけど、あえて、今日はですね、早く弾けないとか、早弾きうまくできないという方にですね、ちょっとチェックリストというか、にしていただく意味でも、ちょっとこのテーマにしようかなと思いました。でまずポイントとして、いくつか今日お話ししようと思うのが、まずフォームですね。どういうフォームで弾くかっていうこと、それから、指の形、指の位置、手の運指、あとは指の動かし方、そして練習方法くらいまで取り上げられればいいかなと思ってます。なるべく急ぎでパパッと弾きたいなと思います。で、まず、フォームっていうことなんですけど、基本的にはもうリラックスして楽な形で弾きましょうっていうところです。なので悪い例としてはもうガチッとなってついつい速いから力が入ってしまうっていうのは悪い例。で、なるべくその意味ではリラックスをするんですけど、そのポイントとしてはやっぱりここのですね、特にこの曲なんかもそうなんですけど、並行して腸が移動するときに、この左手をパッパッパッと動ける、状態が理想的なので、その意味でもなるべくここの、体と、楽器の間、ここにきちんと空間を作ってあげるということで、ここがスーッと動きやすい形にするっていうことが一つですね。それから、指の形もいろんな形が弾き方があるし、人の手の大きさとかによって微妙に違ってくるとは思うんですけど、ギターとかだとコードを弾いたりするときに、こうやって親指を後ろにやってこうやって弾くっていう、あんま見えないですかね、弾くことっていうのもいろいろあると思うんですけど、マンドリンの場合、やっぱ特にこうやって早く弾くとかいうときには、ここが自由に動ける必要があるので、基本的にはこの横に添えてあげるっていうくらいです。ただ、この親指ってすごく重要で、やっぱりここが一番この4本のこの指にとって一番、力が入りやすいところに親指が来ている必要があるので、その意味ですごく重要だということですね。で、大体場所としてですね、基本のフォームを考えてもらうと、例えばこのソラシドレ、アーセンで言うとラシドレミドのシャープと、あとは、そうですね、ナチュラルで、このくらいのところを押さえるで、ちょっと真正面くらいにですね、親指が来ているっていうのが、理想的じゃないかなと思います。で、ちょっと、指としては、バイオリンっていうのは、かなりこっち向いて、弾くっていうことで、なんですけど、マンドリンはもう少し、自分に向いてくると思うんですけど、多少多分、こっち向きになる程度かなと思います。で、弾くときは基本的にスッと真下にパッと力を入れて、この親指に対してですね、下にパッパッと、下ろして力が入るくらいの、力の入れ方
だと思います。で、重要なこととして、基本的にその、指の置き方、として、常に弦の近くにいるっていうのがまず理想的かなと。だから、弾いてる時にどっかの指がこんなに離れてるとか、例えば人差し指で押さえてるから他の指がこんなに落ちてるっていうことはなくて、基本的にはもうここに常にセットしてあってですね、この中でこう動いてるっていうことですね。だから、上手いギタリストとかでスローハンドっていう言葉聞いたことあるかもしれないですけど、すごく早く動いてても結構ゆっくりに、動いて見た目として見えるっていうかね。それはまあなんでかっていうと、こうバタバタするんじゃなくて、こう常にこの近くに指があると。なんかこうやって動いてたとしても、そんなにこう、例えば悪い例、バタバタこうやって動くんじゃなくて、こう、まあ少しですね、このくらいの動き方、まあ、サクーっとちっちゃい中で動くということですね。なので、別の言い方をすると、これは指がバタつかないということです。で、その意味ではもう本当にやっぱなるべく弦の近くに常に置いておいて、上に上がんないように自分で確認をした方がいいかなと思います。なので、こうやって無駄に指が上がってないかなということを考えていただくといいかなと思います。で、それは、要はそのパッと落とした時に、まあ、当然、落ちる場所に落ちやすいっていうこともあるし、もう上げれば上げるほどそれが運動量として無駄にこう疲れるというか、無駄な運動量になる。なるべく運動量は小さく済ませるという意味でも、やっぱりなるべくこう上げる高さは低い方がいいだろうというところですね。で、あとは練習方法というところなんですけど、基本はやっぱりゆっくりでやるっていうのがまず大原則だというふうに、思っていただけるといいかなと思います。で、例えば、この曲、実際のテンポがですね、160なんですけど、ただこれもこんなに早く、自分でも多分さっき模範やったのも160いってないんじゃないかなと思うんで、こんな普通あんま早く弾けないし、弾く必要もないと思うんですよね。まあ、このくらいの速さですけど、実際には練習はもっともっとゆっくりから始めるといいかなと思います。で、例えば自分で練習するときも本当にゆっくりから始めてるんですけど、大体、例えばこれ130とか、まあ140とかですね。で、その半分の速さ。こんくらい。で、これをやって、で、まあ、それを少しずつこうやって速くしていくっていうので、今弾き終わったら、次。こうやってですね、少しずつ速くしていく。まあ、でどんどん上げていって、で、まあ、最終的にはほぼほぼテンポのところまで持っていくっていうプロセスをきちんと取ってあげることがすごい重要です。で、なんでゆっくり弾くかっていうと、やっぱりその右手と左手、ここがまあちゃんとリンクするというか噛み合わせる、きちんと鳴ってる状態で弾く必要があるからですね。で、これ、いきなり早く弾くと、なんとなく鳴ってるかもしれないけど、結構この、ブチブチ、例えば、みたいな、なんかこう、鳴ってんのか鳴ってないのか、あんまりいい音で鳴ってないみたいな風な、になりがちなので、やっぱりそこは、きちんと鳴ってることを確認して弾くっていうのが、すごく、重要になっていくと思います。それからやっぱりあとは一音一音きちんとコントロールするっていうことも大事で、まあ、いくら速いパッセージだとしてもやっぱりこう自分の中でその音が、把握できていて、まあ、きちんと頭の中で音階として、出ているっていう必要があるので、その意味でも、まあ、やっぱりゆっくりでやっていくことは重要ですと。
で、ここで、ゆっくりっていうのはもうあるんですけど、もう一つ練習方法としてご紹介すると、これピアニストの方とか多分そうやって練習してたりするし、私もそのピアノの先生からこれ習ったというかですね、教わったやり方なんですけど、ゆっくり弾くだけじゃなくて、例えば、付点で弾く。ですね。みたいな感じの。で、これも同じで、やっぱりきちんとこう、ゆっくり弾くのと、狙いは似てると思うんですけど、きちんと音を把握して、それからやっぱりコントロールするっていう意味で、いろんなこう、リズムで弾けるようになっていると、そこがやっぱり、頭の中でつながってくるし、指がしっかり押さえられるようになってくるということですね。で、あとは例えば、三拍子になりますけど、みたいな、こう、タンタカタンタンタカタン、それからタカタンタンタカタンタンですね。タカタンタンタンっていう、こういうそのリズムをやりながら、やっぱりもうとにかく時間をかける、ゆっくり弾く、ゆっくり弾いてやることに時間をかけるというのが、大事だと思います。なので、ちょっとそういう風にしながら少しずつ早くやって、もう早くしていくのも最後ですね。で、やっていく。なので、今日のお話としては、まずフォームですね。きちんと楽な姿勢で弾く。それから左手もこう自由に、動ける、ように左手もある程度この空間を持って、で、なるべく指は、上に上げすぎない、バタバタさせずに指板の上で、最低の、少ない労力で抑えられるようにする。それから、練習方法としては、ゆっくり弾くっていうのがもうまず大前提、鉄板の練習方法で、あとは、付点をしたり、リズムをつけたりして、こう、きちんと、音を把握していくということをやるといいと思います。というわけで、この曲、すごい、もう本当早いんですけど、必ずしもこの書いてあるスピードでやる必要はないので、もうちょっとゆっくりで、きちんととにかく自分でいい音で鳴らせられる、最大限の速さでやるということを意識してやっていただけるといいと思います。曲に関してもうちょっとこう、深いというか曲に関する解釈とかですね、もしできたら、改めて取り上げたいなと思いますけど、今日はその早弾きということで、お話をさせていただきました。どうもありがとうございました。